アスペクト比を1台のカメラで変えていくっていうことの楽しさと可能性みたいなことを日常の何に置き換えて考えるのが一番スムーズかなと思った時に、服を着替える、今日どこに行くからこの服を着てみようかなって、野球観戦に行くからスタジアムジャケット着ようかとか、ちょっとしたパーティーに出るからジャケットは羽織った方がいいなとか、その遊び心と選択肢の感じがすごいこのアスペクト比を変えるっていうことと、それにさらにフィルムシミュレーションを組み合わせるってことが近いなと思っていて、5対4っていう割と古典的なアスペクト比で日本建築を撮ると、襖の形とかサイズとか廊下の奥行きとか、そういうのがすごい作ったみたいにフィットするっていうのは楽しい発見だったですね。このカメラのキャラクターとしたらワイドレンズが入っていることがプラスに働いてるんだなっていうことで、このレンズで綺麗に見えるものを探していくうちに、じゃあこっちのアスペクト比使ったら、こっちのフィルムシミュレーション使ったらっていうふうにして単焦点なのに可能性が広がっていくっていうね、それもズームレンズでも感じたことがないような楽しさですね。やっぱり切り取ってしか見えない美しさってありますよね。なんかこう肉眼で見てるのと全く違うっていうね、カメラのフレームで切り取ったから見える美しさみたいなのがすごい強調されるなっていう。僕は写真の一番の魅力は、自分の好きなものとの対話みたいな部分にあると思っていて、その中にアスペクト比を選ぶっていう新しいプロセスが加わったことで、今度は世界の見方まで変えられる。しかもその写真を見る人にこうやって見てねっていうメッセージと一緒に届けられる。例えばこの GFX はデフォルトでは4対3ですけれども、4対3から3対2にすることで、こう上下左右への運動みたいなものが生まれて、奥行きを強く感じられるようになりますし、この作品にハマったなっていうアスペクト比を変える楽しさを最初に意識できたのはこのビルの写真でした。1対1のスクエアって言われてる写真とかは方向を持ってないので、写真が部屋の壁なんかに貼っておくと部屋に緊張感が生まれるような、静けさを生むようなところがあります。精度を高くするんだったらむしろクロップの方がっていう部分はあると思います。部屋のモニターの前で完成させるんだっていう考え方も僕は否定はしないし、そういう考え方が増えて新しい写真をもしかしたら生み出しているのかもしれないですけれども、やっぱどこかをピークに置かないと写真の楽しさとか喜びとか写真の力っていうのは失われていくと思っていて、例えばこういった写真で4対3で撮ろうとすると、上に何もないこととか下に余計なものがあることっていうのは常に気になり続けると思うけれども、65対24で撮るって腹をくくったら、このスペースの中に全てを凝縮して撮れる。それは後で選べるっていうものじゃなくて、撮るときにこのアスペクト比を選んで気持ちを集中させて、シャッターの瞬間に全てを込めるっていうぐらいの気持ちで撮るから撮れた写真だっていうふうに自分では思ってます。クロップでは見れないものがあって、クロップでは仕上げられないレベルの写真だって自分では思ってますね。フィルムシミュレーション変えてみたりとかして。うわ。今デジタル写真を撮ってる僕くらいの世代はみんなフィルムの頃に置き忘れたものがあるっていう気持ちをずっと持ち続けてると思うんですよ。5対4使ってクラシッククロームと組み合わせた時にニューカラーの名作っぽいなとか、1対1使ってアクロスを入れた時にかつての商業写真で頂点を極めた写真家たちの額縁見てるみたいだなとか、そういう過去の名作アーカイブにアクセスしながら写真を撮るみたいな楽しみは、いつかデジタルならできるだろうと思ってたけど、初めてこのカメラで形を成したなっていう感じがしましたね。
首から GFX 下げて自転車乗れるなんて信じられない。なんか本当 GFX なのに自転車で動けるっていうのもこのカメラ気に入ってる理由の一つぐらいな感じですね。これぐらいのサイズに収まってたら本当にこのカバン1個なんならカバンもなくても持てるぐらいなんで、いつでも持っていようって気になれるっていう、それから全てが始まるのかなっていう気はしますよね。これだけの画質をそれだけ気軽に持ち歩けるっていうのは、大げさに言えば革命に近い、自分の撮影スタイルに革命に近いインパクトを与えたなと思います。例えば今最高に美しいものを僕が見つけたとして、でも時期に忘れるだろうな、10年後の自分とか遠くに離れてる友達とかにそれ見せてやりたいと思った時、それは画角もそうだし画質もそうだし、なるべく多くのものを撮ってあげて未来の自分たちに託してあげたいっていう、その時に選ぶカメラとして今最高のカメラがこれなのかなっていうふうに思いますね。最高の光、最高の風、最高の雲、やっぱここに立ち会えたことに対する感謝みたいな気持ちがあって、それをシャッターの瞬間に極めたいっていう気持ちです。五感で感じてるなっていう気がして、これを家に帰ってもう一回思い出そうとしても無理だなっていう、なるべく今写真に残しておきたいっていう気持ちで撮ってます。今が大事、今を大事にしなかったら写真を撮る意味がないっていう。